こんにちは、キリンです。今日はね、面倒くさいを面白がる生き方というテーマで、現代人の皆さんをちょっとだけ、イラッとさせながらお話ししていこうと思います。だってあなたたち、口を開けばそれ面倒なんでって言うじゃない。上司も部下も親も子供もみんな揃って面倒くさい今日の信者みたいになってますけどね、その割に面白くもなっていないのが問題なんですよ。最近は面倒くさい人材こそ生産性が高いだの、非効率を見抜く力が大事だの、立派な言葉が並んでますけどね、あれだいぶ都合よく聞いてませんか。面倒くさいって文句言ってる私意識高いでしょっていう新しい自己 PR。 時代は変わっても人間の言い訳のセンスはあんまり変わらないのねと思って私は眺めております。まずね、面倒くさいってそんなに悪もんじゃないんですよ。本当はとても優秀なセンサーなんです。寒いから服を着る、腹が減るからご飯を作る、それと同じで、これ面倒だなっていうのは今の自分には負荷がかかってるよ、ここに工夫の余地があるよって教えてくれるサインなんです。ところが今はそのサインがついた瞬間にハイカット、効率化、ハイ外注、ハイアプリで解決って全部すぐに消そうとする。そんなに自分の人生スキップしたいですか。料理が面倒だからコンビニ、家事が面倒だから家電任せ、親の介護が面倒だから施設に丸投げ。便利なものを使うのはいいんです。でもね、自分の人生の一番しんどいところだけ人に押し付けたり機械にやらせたりしておいて、私の人生何も起きないんですって、それはそうでしょうと。あなた何も受け取ってないんだから。私なんかはね、人間は自分の不自由さに仕えて成熟していくってよく言ってましたけど、面倒くさいってその不自由さの入り口なんです。家事だって病気だって不仲な人間関係だって全部面倒くささのデパートみたいなものでも、そこから逃げないで半歩だけ踏み込んで眺めてみると意外と笑える風景が見えてくるんですよ。例えばね、献立を考えるのが面倒だからって毎日ウーバーとコンビニと冷凍食品で回してる人多いでしょ。もちろん悪くはないですよ。生きるための手段としてはとても文明的。でも毎日同じような容器と味を眺めながら時間は浮いたけどなんか虚しいとか言ってる。それあなたが一番面倒くさいところ、つまり自分で選ぶ、自分で工夫するっていう部分を全部外に出しちゃってるからなんですよ。面倒くさいの正体はね、自分で引き受けることなんです。自分で決める、自分で動く、自分で責任を持つ。それをしたくないときに人は面倒くさいって言葉を便利に使うので、それを上手に隠すために効率化とかタイパとか横文字をかぶせておしゃれにする。でもね、本当に効率がいい人ってここはわざと面倒なまま残しておこうって決められる人ですよ。全部削ればいいってもんじゃない。料理だってお金と時間さえあればいくらでも省略できるけど、誰かのためにわざわざ一手間かけるっていう非効率に人生の味があるんです。だってあなたの大事な思いだって大抵面倒くさい場面でしょ。真夜中に看病したとか、慣れない土地で迷子になったとか、家族と大喧嘩したとか、あの時は二度とごめんだと思ったのに後から振り返るとあれがあって今の自分がいるんだよねなんてしれっと言うわけでしょ。だったら最初から来た面倒くさいやつと思ってちょっとニヤッとしてやればいいんです。私自身ガンダの全身ガンダのと派手に病名を並べた人生でしたけどね、病気って究極の面倒くささですよ。痛いし動けないし予定は狂うしお金もかかるし周りにも迷惑かけるし、だけどそこから逃げようがないでしょ。逃げられないならせめて観察してみる。人間の体ってこうやって壊れていくのか。医者って忙しいのに同じ説明を毎回させられてるのね。家族って元気な時より病気の時の方が本性出るのね。そうやって眺めていると面倒くささの中にものすごい教材が詰まっているのが見えてくるんです。今の社会は不便さゼロ、煩わしさゼロ、人間関係も合わなきゃ即ブロックみたいな世界を目指してますけどね、そんなにすっきりした人生本当におくしいんですか。ゴミ一つ落ちてない部屋って一見きれいだけどどこか気配がないのと同じで、面倒くささゼロの人生って案外誰も住んでない人生かもしれませんよ。組織の中でも同じことが起きてますね。ルールや慣習に疑問を持ってこれおかしくないですかという人をあの人面倒くさいからと排除する。でも最近はそういう人を変革の原動力なんてうまい名前をつけて持ち上げたりもする。どっちにしてもね、自分で考える人は
昔からずっと周りにとって面倒くさい存在なんです。でもその面倒くさい人たちが時代をちょっとずつマシにしてきたのも事実なんですよ。だから若い人には面倒くさい人って言われたらちょっと誇っていいですよ。ただし自分の感情をまき散らすだけで私面倒くさい女なんでとか言ってるのはただの未熟者。それはね、面倒くさいを武器にするんじゃなくて、面倒くさいけどそこにあるものをきちんと受け取ろうとするところから始まるの。今って何でもコスパタイパで判断するでしょ。確かに時間もお金も有限だから大事な視点ではあるんですよ。でもね、面倒くさいを受けすぎたコスパ人生って最後に残るのが何も記憶に残ってないっていう最悪の赤字決算になりがちなのね。家事、介護、育児、病気、不仲な人間関係、仕事のクレーム対応、どれもこれもできるだけ避けたイリストの常連です。でもそこから逃げ回っているうちに自分がどんな人間なのか、何に怒って何に笑って何に泣くのか全部わからないまま年だけ取っていく。それもったいないと思いません？私はね、おごらず人と比べず面白がって平気に生きればいいとよく言ってましたけど、そこにはちゃんと面倒くささも含まれているんです。人と比べるとね、私ばっかり大変、あの人は楽してるってすぐに不公平感が出てきて面倒くささがやぶくなる。でも自分の人生は自分の持ち物として、ああ私にはこういう面倒が割り当てられたのねと思ってみると、ちょっとゲームみたいになってくるんですよ。今日のミッション、認知症の親の同じ話を10回聞く。今日のクエスト、職場の理不尽なルールを一つ笑い話に変えるとかね。どうせやらなきゃいけないならいかに面白がるかを考えた方が人間ずっと楽に生きられます。面倒くさい時に一番やってはいけないのは何も感じないふりをすることです。気にしない、考えないようにする、無心でこなす、たまには必要ですけどね。そればかりだと心がどんどん痩せていく。面倒くさいという感情そのものをちゃんと味わってみる。ああ、今私はものすごく面倒がっている。よしよし、元気に生きてる証拠だねと自分で自分を観察する。するとね、不思議と笑いが出てくるんですよ。こんな些細なことでこんなにイライラしてる私可愛いじゃないくらいに思えたらもう半分ぐらいクリアです。人生の達人っていうのは決して面倒くさいことが少ない人じゃなくて、面倒くさいを楽しむ技術を持っている人です。ね、年を取るとね、若い頃よりできないこと、煩わしいこと、体の不具合が増えていく。一見マイナスの連続。でもそこを一つ一つ、ああこれも来たか、この不自由さから何が見えるかなと眺められると、老いもそんなに悪くないんですよ。面倒くさいって人生がまだあなたに興味を持ってくれている証拠でもあるんです。何も起こらない、誰からも頼られない、何も期待されない状態って一見楽そうだけど実はものすごく退屈で寂しい。面倒くさい用事が山ほどあるってことは、あなたまだ現役ですよっていう人生からの通知表みたいなものなの。最後にね、面倒くさいを面白がるためのコツを3つだけお伝えしておきます。1つ目、面倒くさいと感じたらこれはどんなネタになるかなと考える。どうせなら後で誰かに話せるぐらい観察してみる。2つ目、全部はやらないけどゼロにも逃げない。家事でも介護でも仕事でも自分が引き受ける範囲を決めて、その中だけはきちんとやる。それ以外はうまく人に頼る。3つ目、人と比べて損得感情しない。あの人より大変だ、この人より楽だ、そうやって比べ始めると面倒くささがただの不満になる。そうじゃなくて、これは私に配られたカードと思えば少しは腹もくくれる。さあ、あなたの今日の面倒くさいは何ですか？洗い物の山ですか？職場の無駄な会議ですか？返さなきゃいけない LINE の通知ですか？そのどれもがあなたの人生にしかないオリジナルのレシピです。捨ててしまったらただの味気ない人生になるだけ。せっかくならちょっと味見して、ああなかなか苦いけど悪くないわねと笑えるくらいには付き合ってみてください。おごらず、人と比べず、面倒くささもセットで面白がって平気に生きていきましょう。それではまたどこかの面倒くさい日常の中でお会いしましょう。